こんにちは。今回は長編みの玉編みで作る模様編みを紹介します。この模様は伸縮性もあります。こちらが表側です。裏はこのような模様になります。編み方を編み図で説明します。この模様は鎖編み2目で1つの模様になります。今回は15目の鎖編みで編み始めます。最初は細編みです。立ち上がりの鎖編み1目を編んで細編みを編みます。鎖編み1目を入れて細編み、間に鎖編み1目を入れながら作り目の鎖編みの間も1目ずつ入れて細編みを編んでいきます。使用する糸は並太の糸を使い7号のかぎ針で編みます。針を後ろから入れて下右へと回転させて糸を引き抜いてここに鎖編みを編んでいきます。ここから鎖編みを15目編みます。全部で15目の鎖編みを編みます。15目の鎖編みができました。次は1段目を編みます。1段目は細編みですから立ち上がりの鎖編みを1目編みます。鎖編み1目を編んで次は細編みです。鎖編みを編んだ根元の鎖編みの裏山に細編みを編みます。鎖編みを裏返してここから1、2個目の鎖編みの裏山に針を入れてここに細編みを編みます。2個目の鎖編みの裏山に針を入れ糸をかけて引き出し糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて細編みを編みました。鎖編み1目を間に入れて次も細編みです。作り目の鎖編みも1目開けた2個目のところです。1、2、2個目の鎖編みの裏山に細編みを編みます。これが1段目の模様です。次は鎖編み1目を編んでから作り目の鎖編みを1目開けた2個目のところに細編みを編みます。これを続けて編んでいきます。鎖編み1目を間に入れて2個目の鎖編みの裏山に細編み、鎖編み1目を編んでから作り目の2個目に細編みを編んでいきます。鎖編み1目を入れて次は最後のところです。最後の鎖編みに細編みを編んでこれで1段目ができました。次は2段目です。1段目を編んできて最後の細編みのところから2段目は長編みの玉編みを編みますので立ち上がりの鎖編み3目を編んで次は鎖編み1目のところに長編み3目の玉編み鎖編み1目を間に入れて1段目の鎖編み1目のところに玉編みを編んでいきます。間に
鎖編み1目を入れながら玉編みを編んで、最後は長編みを1段目の細編みのところに編みます。次は2段目です。2段目の立ち上がりの鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。次は長編み3目の玉編みを編みます。1段目で編んだ鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。1段目の鎖編み1目のところに未完成な長編みを3目編みます。針に糸をかけて1段目の鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて少し長めに引き出します。この糸は鎖編み2目分ぐらいの長さまで少し引き出してください。次は針に糸をかけて2本の糸だけを引き抜きます。これで未完成な長編みが1目できました。次も同じところに未完成な長編みを編みます。針に糸をかけて同じ鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて引き出します。少し長めに引き出して針に糸をかけて2本の糸だけを引き抜きます。未完成な長編みが2目できました。もう一回同じところに未完成な長編みを編みます。同じところに未完成な長編みを編みます。長めに引き出して2本の糸だけを引き抜きます。これで未完成な長編み3目ができました。玉編みを編みますので、次はこの糸をすべて一度に引き抜きます。未完成な長編み3目の根元を押さえておくと編みやすいです。針に糸をかけてすべての糸を一度に引き抜きます。長編み3目の玉編みができました。この編み方を2段目は続けます。間に鎖編み1目を入れてから次の1段目の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。ここです。ここに未完成な長編みを3目編みます。1、2、3、未完成な長編み3目ができました。根元を押さえてからすべての糸を一度に引き抜いて長編み3目の玉編みができました。鎖編み1目を入れて次の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。糸をかけて長めに引き出して2本の糸を引き抜き、また同じところに未完成な長編みを3回編みます。未完成な長編み3目を一度に引き抜いて玉編みにして鎖編み1目を編みます。次も同じように鎖編み1目のところに玉編みを編んでいきます。
長編み3目の玉編みです。鎖編み1目を間に入れながら1段目の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編んでいきます。次も長編み3目の玉編みを編みます。すべての糸を引き抜いて玉編みにします。間に鎖編み1目を入れてから次の1段目の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み1目を入れて長編み3目の玉編みを編んでいきます。ここが最後のところです。最後の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。すべての糸を引き抜きます。そして最後は鎖編み1目は入れないで、ここは長編み3目の玉編みを編んで、そこから次は長編みを編みます。1段目の最初の細編みを編んだ細編みの頭のところです。ここが1段目の最初の細編みのところです。細編みの頭の2本の糸を拾って、ここに長編みを編みます。針に糸をかけて、細編みの頭の2本の糸を拾い、長編みを1目編みます。これで2段目ができました。次は3段目です。2段目で長編み3目の玉編みを編んできました。長編みを最後に編んだところから次の3段目は細編みを編みます。1段目と編み方は同じですが編む位置が違ってきます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで長編みの頭に細編み、間に鎖編み1目を入れて2段目の玉編みと玉編みの間の鎖編みに細編みです。鎖編み1目を入れながら玉編みと玉編みの間のところに細編みを編んで、最後は鎖編み1目を編んだら鎖編み3目を編んだところに細編みを編みます。4段目は2段目と同じ編み方で玉編みを編んでいきます。あとは3段目4段目の編み方を続けます。次の3段目は細編みです。立ち上がりの鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。今編んだ長編みの頭がここです。ここに細編みを1目編みます。長編みの頭です。ここが長編みの頭になりますから、ここに細編みを1目編みます。長編みの頭の2本を拾って細編みを1目、鎖編み1目を間に入れて、次の細編みは玉編みと玉編みの間に細編みを1目。これが3段目の編み方です。鎖編み1目を間に入れて玉編みと玉編みの間に細編みを編んでいきます。鎖編み1目を間に入れて玉編みと玉編みの間に細編み、鎖編み1目、玉編みと玉編みの間に細編みを編んで、3段目は細編み、鎖編み、細編みと編んでいきます。鎖編み1目を編んで、最後の細編みは立ち上がりの鎖編み3目を編んだこの鎖編みの3個目のところに細編みです。立ち上がりの鎖編み3目を編んだ1、2、3個目の上の2本を拾ってここに細編みを1目編みます。鎖編みの3個目のところに細編みを
1目編んで、これで3段目ができました。次は4段目です。4段目は2段目と同じ玉編みです。鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。次は3段目の鎖編み1目を編んだところです。この鎖編み1目を編んだところに長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み1目のところに長編み3目の玉編み、鎖編み1目を間に入れて、次の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みです。鎖編み1目を間に入れながら、前段の鎖編み1目のところに長編み3目の玉編みを編みます。鎖編み1目、長編み3目の玉編みを繰り返します。この模様は1段目と2段目の編み方を繰り返していきますので、大きなブランケットやバッグなどを編む時でも向いているかと思います。長編み3目の玉編みを編み、間に鎖編み1目を入れて、次の鎖編み1目のところにも長編み3目の玉編みを編みます。そして最後は長編みを1目だけ編みます。前段の細編みの頭です。この細編みの頭の2本を拾って、ここに長編みを1目編みます。これで4段目までができました。とてもかわいい模様になります。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。